聖少納言と子供たち。光る君へに学ぶ日本史。なぜ夫と子供を見捨て宮中へ上がったのか。聖少納言は紫式部と同じく頭領階級の貧しい家庭に育ったが、夫と子供たちを見捨てて宮中へ出仕した。なぜ夫と子供たちを見捨てたのか。聖少納言と子供たちのその後を詳しく見ていこう。聖少納言は966年弘法3年頃、頭領階級の中流貴族清原の元助の娘として生まれた。彼女が生まれた時、父元助は60歳近い年齢で、長兄の為成とは40歳近く年が離れた最晩年の子であった。聖少納言には為成、宗信、海舟の3人の兄と姉が1人いた。父親の元助は36河川にも選ばれた優れた歌人であったが、頭領としては長くうだつが上がらなかった。家庭は貧しかったが、彼女は幼い頃から父親に和歌をはじめ漢文など学問だけはしっかりと学んでいる。父親の元助がやっと頭領として周防守となって赴任したのはなんと66歳の時であった。そのため聖少納言は幼い頃から貧しい生活を強いられ、上流階級を夢見ながら育っている。彼女は15歳の頃に1歳年上の中流貴族橘の則光と結婚している。そして聖少納言は則光との間に長男の則長をはじめ2男1女を設けている。夫の則光は夜中に忍び込んだ3人の盗賊を切り殺したという逸話を持つ豪勇な男であった。しかし則光は真面目だが出世コースからは見放され、聖少納言はまたも貧しい生活を強いられることになる。さらに則光は文学的センスについてはまるで持ち合わせていない人物であった。先祖には万葉集に多くの和歌が収められた者もいたが、則光は歌心が全くなかった。聖少納言は藤原の忠信と親しい関係にあったが、互いに教養の深さに惹かれ合い、性別を超えて交際していた。則光は忠信に仕えていたこともあり、たびたび彼から妻の居場所を聞かれた。そこで忠信に教えてよいかという手紙を聖少納言に送ったのである。対して彼女はわかめの切れ端を包んで送りつけた。以前則光がわかめを頬張って忠信への返事をごまかしたと聞いたので、今回も私の居場所は教えないでほしいとユーモアを交えて伝えたつもりだった。ところが則光は変なものを包んで送ってきて、何かの間違いかと彼女を全く理解してくれない。そこで聖少納言は次にそれを説明する歌を書いて彼に差し出したら、そんな歌なんか見ないと腹を立ててしまったという。則光はこんな文学的センスのない男だったので、聖少納言は愛想を尽かしたのだろう。中流貴族として苦労した父親の元助が赴任先の肥後で客死すると、同じ中流貴族の夫への不満はさらに膨れ上がった。満たされない思いを埋めようと
彼女は986年寛和2年、貴族たちが集うホッケ発行に参加する。清少納言は中納言藤原義親がかけた一言に対して法華経の故事を引いて即答する。そのため彼女の頭の回転の良さや学識が列席した貴族たちの間で評判となった。やがて関白藤原道隆から清少納言のもとに一条天皇の中宮貞子の女房として使えないかという話が舞い込む。もしも彼女が女房として宮中に上がるなら、夫や子供たちとは離れ離れの生活となる。家庭や子供たちのことをいろいろ思い悩んだ清少納言だが、幼い頃から憧れてきた宮中への思いは捨てがたかった。ついに決意を固めた清少納言は出仕する際に息子の宣長を宣光に渡して10年連れ添った彼とは離婚している。彼女が宮中へ上がったのは993年正暦4年の冬、28歳の頃だとされている。まだ女性の社会進出が珍しい時代、清少納言に夫と子供を見捨てる以外選択肢はなかったのかもしれない。しかし彼女はその後も宣光とは互いに兄妹と呼び合う友達のような関係を続けている。宮中に上がった清少納言にとっては見るもの聞くものすべてが新しい世界であった。彼女は水を得た魚のように生き生きと創作活動にも精を出した。清少納言は明るく開放的な一条天皇の中宮貞子の下で機転の利く才能を存分に発揮し、宮中で人気を博していく。彼女は枕草子に、人には一番に気に入られたい、二番や三番になるなら嫌われた方がましだと書いている。後に紫式部が宮中へ出仕して周りの目を気にしながら謙虚に仕えたのとは対照的である。彼女は紫式部日記に、女は穏やかで心持ちもゆったりと落ち着いてこそ品位も風情も感じられると綴っている。対照的な二人の生き方だが、現代社会の女性の働き方にも通じる課題であるだけに興味深い。中宮貞子のもとには文化的サロンが形成され、一条天皇をはじめ多くの貴族が集まった。清少納言は宮中という新しい世界で生き生きと個性と才能を発揮した。彼女はその夢のような華麗な世界を枕草子に余すところなく書き留めている。清少納言は同じく枕草子に1000年もこのままであってほしいと記している。彼女が書き溜めていたエッセイを源経房が人目に触れさせたのがきっかけで、枕草子は貴族の間で評判となる。彼女はたちまち才能ある女房として超有名人となった。しかし清少納言が過ごしたその夢のような世界もあまり長くは続かなかった。彼女が出仕してわずか2年後、貞子の父で関白の藤原道隆が糖尿病の悪化でまだ43歳の若さで急死するのである。道隆の後を受けて関白には弟の道兼が就任するが、疫病のために
すぐに逝去する。そのため後継者をめぐっては、道高の嫡男惟親と弟の道長の間で争われた。まだ若い惟親は火山法皇に矢を射るという失態を演じてしまう。そのため一条天皇の母東三条院彬子の裁定で道長が後継者に決定し、惟親は太宰府へ左遷となる。父親に続いて兄という後ろ盾をなくした貞子は一条天皇の子を身ごもりながらショックのあまり出家の道を選んでしまう。清少納言もこの事件には大きな衝撃を受けたはずだが、なぜか枕草子には一切事件については触れられていない。やがて彼女は貞子に代わって中宮となった彬子からの出資の話を断って宮中を去っている。年齢が親子ほど離れた年上の藤原宗男と再婚し、娘駒の名部を産んでいた清少納言は夫と共に摂津に赴任している。やがて夫に先立たれた清少納言は出家して都に住む自兄の清原の宗信を頼って同居している。ところがこの兄宗信は清少納言の最後の動画で詳しく触れたように曰くつきの人物であった。宗信は清少納言の目の前で報復のために射殺されるのである。彼女も危うく殺されかけたが、女性であったためになんとか命だけは救われている。その後、実家も追われた清少納言は各地を放浪したと言われている。彼女の子供たちについては記録は数少ないが、長男の宣長と藤原の宗男との娘駒の名部の消息が残されている。長男の宣長の和歌は五周囲和歌集、新俗古今和歌集という歌集に和歌が収録されており、歌人としても活躍した人物である。宣長のこの宣末は枕草子を後世に伝えた人物として名を残している。また清少納言の娘駒の名部は再婚相手の藤原の宗男との間に生まれた子供であった。駒の名部は紫式部の娘である第二の三味に比べると残っている情報が少ない。彼女は成長してからは母の清少納言と同様に宮廷に出仕しており、道長の娘彬子に仕えている。近い時代に駒の名部という同名の女性が存在していたため、清少納言の娘の方は上等モーニー駒の名部と呼ばれている。そして清少納言のその後については全国各地に伝説が残されているが、その多くが落泊して老醜を晒したという類のものである。息子や娘たちが健在であったことから、それなりの援助を得て彼女は老後を暮らしたと思われる。清少納言は1025年満寿2年頃に亡くなったとする説が有力である。宮中での活躍があまりに華やかであったために、彼女の老後が比較されて落泊したと伝わったものと思われるのである。